こんにちは。ウェルネスキッチンの関口彩子です。皆さん、ビフィズス筋トレってご存知でしょうか？知る、動く、食べる、心、4つのアプローチで善玉菌の代表であるビフィズス菌をキープし続けて健康な心と体を目指す取り組みのことなんです。今回は食べるをポイントに健康の要とも言える本気の腸活ビフィズス筋トレについてお届けしたいと思います。実は私たちの体には非常に多くの微生物が住んでいることをご存知でしょうか？その中でも腸内には特に多くの微生物、腸内細菌が住んでおり、なんとその数40兆個以上とも言われています。それがどう私たちの体に影響を及ぼしているのか、またそれらの微生物を効果的に働かせるためにはどうしたら良いのかについて詳しく解説をしてまいります。とっても簡単な腸活レシピもご紹介していきます。ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。腸を制すると得する3つのことについてお話をします。皆さんの腸、お腹にはですね、40兆個の腸内細菌が存在しています。重さにしてなんと 1.5 キロにもなるそうです。人の細胞の数が37兆個と言われていますので、それ以上にもなるということなんです。しかも体全体、心にまで影響を及ぼしていることから、腸内細菌は一つの臓器として考えられるほど様々な働きがあり、健康維持に重要な役割があることが分かってきました。まずは腸を制すると得する3つのことについてお話をします。1つ目、外敵から身を守る。腸には約体の7割もの免疫細胞が集まっています。なぜなら腸は口から肛門まで一本の管として体の中にありながら外と通じている場所でもあるからです。口の中から食べ物と一緒に侵入してくる外敵や有害物質を体内に侵入させないための様々な機能が備わっています。その一つとして免疫細胞が活躍します。腸を健やかに保つことが病気になりにくい体づくりにつながります。2番目、気持ちがハッピーになる。気分に影響を与える物質としてセロトニンが挙げられます。セロトニンは別名幸せホルモンと言われ、気持ちが明るく前向きになったり、心が安定する神経伝達物質です。このセロトニンの材料となる物質がなんと腸内で作られているんです。脳内で分泌されるはずのセロトニンの元が腸内で作られているとは驚きですよね。腸を健康に保つことで幸福感を作り出す力も高まるのだと思うと、腸のことをより意識したくなりますよね。3番目、健康に役立つ栄養素を作る。腸内細菌は様々な栄養素や健康に役立つ物質を作り出しています。ビタミン B1、B2、B6、B12、パントテン酸、ナイアシン、ビタミン K2、葉酸を合成する能力があります。サプリで補いがちな栄養素も実は腸内細菌の助けによって体内で作り出すことができるんです。さらに様々なホルモンにも関わっています。先ほどお話ししたセロトニンをはじめ、アドレナリン、インスリン、消化管ホルモンなども腸内細菌が作り出す物質が刺激となって分泌を促すことから体全体の代謝にも影響を与えているんです。その他、大腸上皮細胞のエネルギーになったり、腸の蠕動運動を刺激したり、最近様々な健康に良い効果があることで知られている短鎖脂肪酸も腸内細菌によって作り出されています。腸を制すると得する3つのこと、いかがだったでしょうか？腸を健康にするためには腸内細菌が欠かせない存在だということがお分かりになったかと思います。ここまでのお話で腸内細菌とは一体何なのかと思われた方もいらっしゃると思いますので、少し腸内細菌についてお話をしたいと思います。赤ちゃんはほぼ無菌状態で生まれてきますが、生まれて1週間後には多い子では腸内の 90% がビフィズス菌で満たされ、赤ちゃんの健康を守っていると考えられています。
やがていろいろなものを触ったり、人と触れ合うことや離乳に伴い、100種類ほどの様々な菌が腸内に定着し、3歳頃までに腸内細菌層、いわゆる腸内フローラの基盤が作られます。腸内フローラの構成は指紋のように一人一人全て違うそうです。よく聞く腸内フローラってこのように体の中で作られていくんですね。ここからもわかるように私たちの健康を守るファーストステップはビフィズス菌なんです。腸内環境は食事やストレスなど生活習慣によって健全に保たれもすれば乱れたりもします。さらに加齢に伴いビフィズス菌は減少してしまう傾向にあり、それは健康リスクとも関係するため、ビフィズス菌を減らさないように補給することが実は腸活の要なんです。この腸内細菌というのは圧倒的に大腸に存在していますので、今回は大腸のお話をメインにお話ししたいと思います。皆さん、ビフィズス菌と乳酸菌の違いってお分かりになりますか？ビフィズス菌は乳酸菌の一種だと言われる方も多くいらっしゃいますが、実はこの2つは全く別の菌なんです。赤ちゃんの時はビフィズス菌が守ってくれたというお話をしましたが、ビフィズス菌は乳酸と酢酸を作り出す菌で、酸素に弱く、酸素が非常に少ない大腸に多く住んでいます。一方、乳酸菌は主に乳酸を作り出す菌で、自然界に幅広く存在し、味噌や納豆、果物や野菜にも多く存在している菌です。大腸にも乳酸菌は住んでいますが、ビフィズス菌の方が圧倒的に多く存在しているんです。大腸に存在する40兆個もの腸内細菌の中で、善玉菌の代表となるのがビフィズス菌です。ビフィズス菌は先ほどもお話ししましたが、酢酸を作れる菌で、酢酸が腸内環境を整える大きな鍵となっています。じゃあお酢を飲めばいいのと思われる方もいらっしゃると思いますが、口から取ったお酢は残念ながら小腸で吸収されてしまいます。なので大腸には届かないんです。もちろんお酢は様々な健康効果いろいろありますけれどもね、腸内環境という意味での酢酸という観点ではお酢は残念ながら有効ではないということなんですね。大腸で作られた酢酸は腸内のバリア機能を高めることで悪い物質が体内に入ってくるのを防いでくれたり、悪玉菌が増えるのを防いでくれるため、ビフィズス菌を減らさないようにすることが腸活の一番重要なところです。そしてビフィズス菌は加齢によってどんどん減ってしまうので、継続的に補ってあげることをぜひインプットしてください。ここまで来れば腸活の基本的な考え方がご理解いただけたと思います。ここからは具体的に食べ物でどのように整えるのかをお話ししたいと思います。腸内環境を整えるには2つの方法があります。プロバイオティクスとプレバイオティクス両方を意識することです。プロバイオティクスとは人に有益な働きがある微生物のことです。ビフィズス菌や乳酸菌のことですね。ビフィズス菌は具体的にはビフィズス菌入りのヨーグルトから摂取することができます。乳酸菌はキムチや味噌、酒粕など発酵食品に含まれています。そしてプレバイオティクスとはこれら善玉菌の餌のことです。オリゴ糖や水溶性食物繊維がこれにあたります。野菜や果物、海藻、キノコなどに多く含まれています。良い菌を取ることと増やすことを意識することで腸内環境は改善されます。プロバイオティクスとプレバイオティクスは善玉菌と餌と覚えてください。ビフィズス菌を効果的に取る方法をお話しします。腸内細菌層の中でも善玉菌の代表であるビフィズス菌は加齢とともに減ってしまうというお話をいたしました。それに伴い健康リスクが高まってくるということなんですね。できればビフィズス菌を習慣的に摂ることが重要です。先ほどビフィズス菌を摂るならヨーグルトをというお話をしましたが、ヨーグルトであれば何でも含まれているというわけではありません。ヨーグルトは基本乳酸菌を種菌として作られています。ビフィズス菌入りのヨーグルトというのはビフィズス菌をさらに加えて作りますので、一部のヨーグルトにしかビフィズス菌は含まれていません。このビフィズス菌を取る目的であればパッケージをよく見てビフィズス菌入りというものをお探しください。
もちろん乳酸菌だけで作られたヨーグルトも様々な健康効果がありますし、それを否定するわけではないんですけれども、お腹の中で酢酸が作れるビフィズス菌は大腸を起点に全身の健康に大きな影響を与えます。大腸の健康にはビフィズス菌が重要と覚えておいていただくとよろしいかと思います。腸内環境において要となるビフィズス菌と善玉菌の餌になる食品を掛け算したおすすめの組み合わせレシピをご紹介します。毎日継続すると体に嬉しい変化が起きるかもしれません。ビフィズス菌入りヨーグルトのオーバーナイトオーツというものをご紹介します。善玉菌の喜ぶ食物繊維が豊富なオートミールと合わせて腸を生き生きさせるレシピになります。まずこちらがですね、ビフィズス菌が入ったヨーグルトです。これはパッケージなどを見て確認をしてください。そしてこちらはオートミールです。オートミールをね、まず入れるんですよ。で、これよく混ぜて一晩寝かせれば完成です。ちょっと注意点なんですけれども、ビフィズス菌というのは酸素が嫌いな菌なんですね。なので酸素が届きにくい大腸には多く存在するというお話ねしたと思うんですけれども、封を開けたら早めに食べきってくださいね。作ったら翌朝とかね、早めに召し上がっていただいた方がビフィズス菌が元気な状態で取り入れることができます。はい、こんな感じで混ぜておきます。で、しっかりと密閉して冷蔵庫にしまっておきます。これで一晩寝かせるだけです。本当に簡単です。そしておすすめの取り合わせなんですけれども、これは善玉菌を増やす餌になる材料なんですね。バナナや天才糖、オリゴシロップ、これらのものにはプレバイオティクスといって善玉菌の餌になるオリゴ糖などが含まれていますのでおすすめです。これちょうど一晩経ったものですね。バナナを乗せて天才糖を少し振ってみたいと思います。ビフィズス菌入りヨーグルトのオーバーナイトオーツになります。腸活を意識した朝食にもおすすめです。ヨーグルトの容器の中に直接オートミールを入れて混ぜてしまってもいいと思います。季節の果物とかナッツ類をさらにトッピングすればより栄養バランスもアップします。今回はビフィズス筋トレとして食べ方のポイントをお話ししてまいりましたが、腸を外側から刺激するために適度な運動を取り入れるとさらに効果的だそうです。家の中でもまめに体を動かしたり、乗り物を使わずになるべく歩くなど、小さなことからぜひ取り組んでみてください。腸を制すると得する3つのこと、もう一度おさらいします。1つ目、病気になりにくい体になる。2つ目、幸せ感がアップして心の健康に役立つ。3つ目、栄養素を作ったり取り込む力が高まるでしたね。ぜひ毎日のビフィズス筋トレ取り組んでみてください。もちろん私もビフィズス菌を意識して大腸の健康、腸活に取り組んでいるんですけれども、ビフィズス菌を意識するようになってからお腹の調子はね、以前よりもすごく良くなった気がします。ぜひ皆さんも本気の腸活取り入れてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。